どうも、フィッシャーズ元木です。シルクです。うわ、この感じで撮るのめちゃくちゃ久しぶりな気がする。そうだね、はいなかなか最近は出てなかったからね。そうなんですよね。ちょっとですね、諸事情というか、がありまして、僕がね、動画に最近出れてなかったんですね。はい、そうですね。で、なんかちょっと調子が悪くて、おかしいなと思って、その病院行って、ちょっととある病気だったんで、最近休んでたっていう感じなんですけども。結構コメント欄でね、はい、元木どうしたのみたいな。で、なんか最近結構イベントみたいなのがあって、そこにこう元木がいなくて、写真でいなくて、あれどこ行っちゃったのみたいなのは結構聞かれた。そうだよね。確かにね、この前までずーっとさ、結構フィッシャーズ出ずっぱみたいな状態だったから、急に多分抜けた感じがしたもんね。そうですね。多分見てる人の中には結構心配した方もいると思うんで、そこはね、なんかちょっと先に、謝らせていただこうかなと思ってます。すいませんでした。繊細な話になってくると思うんで、ちょっと心が弱ってるなっていう方とかは、今のうちそっと動画を閉じていただければなと思うんですけど、調子悪いなと思って病院行って、見てもらったら、診断結果がうつ病でしたと。まずうつ病って何なんみたいなそうだね。ところは、なんとなくイメージあります。なんとなくですよ。自分の場合は、ちょっと子供の頃の、子供の頃だけじゃないかな。なんかちょっと生まれ育った環境がちょっと良くなくて、そういうね、良くない経験が積み重なってくると、人間って、トラウマとかってこう忘れようとする働きがあると思ってて、で、自分の場合もそうだったんですよ。で、結構昔の話とか僕あんまりしないと思うんですけど、そうだね。結構ね、記憶がすごい曖昧なとこがあって、今まで思い出せない部分が多かったの。それがなんか最近ちょっと活動とかも、若干こう、慣れてきたのもあるし、実家から離れてちょっと落ち着いたのもあってだと思うんですけど、なんか昔の記憶が突然蘇ってくるっていう。でそれがなんかいい思い出だったらいいんだけど、あんまり良くない思い出が多くて、どうなるんだって話なんだけど、なんかそういう状態に入っちゃうと他のことが考えられなくなっちゃうのね。一回思い返しちゃったらそのことで頭がいっぱいになっちゃう。そう。それを考えないようにはしてたんだけど、蘇ってくるものは自分でちょっと止めようがないっていう。これはちょっと自分でどうにもならないなと思って、病院に行ったら、うつ病でしたっていう、そういう話なんよね。中学時代の時とか、なんか結構さ、元木感情がないのかと思ったみたいな。言われてたね。言われてたと思うし、実際ちょっと無表情なところもあったし、感情とかも、表に出すのが、得意じゃないと思ってたんだけど、抑制してたんでね、自分で抑え込んでる状態だったんですよ。だから結構中学の時も結構いろいろあったし、高校の時もいろいろあったし、大学の時もいろいろあったし、そういうのがね積み重なってくると、なんかこういちいち怒ったり悲しんだりっていうのをずっとやってると疲れるじゃないですか。そうだね。だからそれをセーブするしないように自分を守るためにしてたのがってこと。そうだねっていうのがずっと続いてたんで、うつ状態みたいなのはおそらくその中学の時から、ずっとだと思うんだけど、こう結構耐えてたのかな、耐えてた部分がちょっと一人で自由に使える時間ができたりとかして、今まで先送りにしてたなんだろうね、ダメージというか負債というかが、今返ってきてるっていう。心の筋肉痛みたいな感じで、そうね、ちょっと使ってこう無理しちゃった部分が後々になっても返ってきちゃう。そうだからメンタルがオーバーワーク気味みたいなそうだね感じなんだと思うんだよね。自分でこれ疲れてるんだなって判断がつくのね。そうだね。だから今までは寝れば OK だった、自分の場合寝れば全部リセットされて、で起きたらよし頑張ろうみたいな感じだったんだけど、最近ちょっと寝つきも良くなくなってきちゃって、で寝てリセットみたいなのができなくなっちゃったから、なんか余計ね、動けなくなることが多くなってきてて、で結果ちょっと動画に出るのを
休もうとか、あとは編集ができなくなっちゃったりとかして、なんかすごいメンバーには迷惑かけたんだけど、状況は分かってるんだけど、まあどうしようもないみたいな感じ。そう自分の育った家庭の中でみんなが常識だと思ってるものが存在しないのよ、一切。普通こうだよねっていう前提があってこうみんなってコミュニケーション取れてると思うんだけど、自分の場合はそれがないっていう状態でちょっと想像しづらいと思うけど、そういう環境で育ったわけ。まあ割とストレスフルよね。ストレスフルな環境でどうするべきなのかっていうのは、まあ、ある程度心得てるつもりなんだけど、まあでも良くはないわな、そういう環境は。まあそうだね。だから良くはないから、まあ、その影響が今出ましたっていう感じですね。こう、家庭環境だったり、まあ、今までのことが原因でこうなってるっていう、そうですね。そうです。だね、今の活動に関してじゃなかった点は、まあちょっとまあ俺としては良かったなっていうところ。いやなんかでもむしろ思うように活動できないみたいなとこがあって、そう自分ではやりたいこといっぱいあるんだけど、それやっぱこういうなんだろうな、記憶がフラッシュバックとか言いますけど、フラッシュバックとかしてなんか足止め食らったりとかするのが、もうすごい尺。それもそれでね、やっぱストレスまたかかるよね。っていうのもまああったかなっていうのはね、なんかメンバーにもすごい申し訳ないし、なんか自分の中ではまあそこはさ、やっぱ結構なんだろうな、プライベートな部分というか、まあ個人的な話だから、まああんまりこうフィッシャーズにさ持ってくるのはどうかなと思ってた部分もあって、まあそれはそっちはもう自分でなんとかして、でフィッシャーズの仕事はちゃんとしなきゃなと思ってたんだけど、いやーなかなかまあやっぱ一人の人間だったなっていう。まあそうね。この機会があるまで、だからその元木のその過去とかみたいなのって、意外とうちのメンバーも知らなかったから。そうだよね。俺も話してないし。本当に喋ってこなかったもんね。そうだね。本当に喋ってないね。今になってそういうことなんだなって多分理解したところはうちのメンバーもあるんじゃないかなと思う。そうやっぱなんか動画撮るときはさ、楽しくしたいのよ。まあそうなん楽しくしたいから、自分の過去の話すると大体暗い話になっちゃうから、俺も嫌だし、だからそういう話はあんましたくないなっていうね。すいませんね、なんかちょっと楽しい話題でね動画見たかったっていう人もいっぱいいると思うんですけど、まあね、ずっと黙ってるのも終わりだと思うんで、ちょっとね告げないわけにもというか、状況だけねみんなに分かってもらうだけでまた変わるかなと思ったんで。そうなんですよね。まあ 100% 伝えられないところもあるけど、まあこういう場で伝えた方がまあより分かりやすいのかなと思って動画にしたっていう形です。そうなんですよ。だから別に何かが嫌になったとかじゃないんですよ。治るまではちょっと安静にしといてもらね。いやそうなんですよね。だからそれがちょっといつまでっていうのも何とも言えないところがあるんだけど、まあでもとりあえずもう2週間ぐらい様子見たらって先生に言われたんで、まあとりあえずそんなまあちょっと休ませていただくかもしれません。まあちょっとサボらせてもらおうかなと。まあそうね、思います。でサボり終わったら一緒に DJ やろうよ。うわ今それちょっと負荷でけえな。その話負荷でけえわ。まあゆっくり休んでもらってね、はい、すいませんでした。一旦してもらえれば、はい、まあとりあえずこれを伝えることにはやっぱ意味があるし、ね、庄司さんも多分それ、まあ、納得いったと思うんで、まあこういう動画を撮ったっていう形でございます。ということでね、まあ元木君がいなかったら今寝てるぞと、はい、寝てますね。思ってください。ゆっくり休んでます。皆さんが思ってるよりかはちょっと元気だと思います。よかったよかった。それが聞けてまあよかったと思う。なんでね、心配しないでください。はい、報告でございました。はい、まあそれでは。